Please Defeat Me プロローグ。科学者たちによってヒトゲノムが完全に解読され、その編集が合法となった世界。太古は神として崇められ、近年では動物好きたちの羨望の的だった獣人がペットとして流通し始めていた。だがまだ研究は実験段階を終えたばかりで、価格は1頭数千万ドルと金持ちの道楽の域を出ない。そんな中、等身大の培養カプセルの中でそれは誕生を待っていた。全裸のそれには基本的な人間の五体の他に人間にはない器官が備わっていた。頭の上に猫科独特の大きな三角耳、尾てい骨の付け根から長い尻尾、毛並みは髪の色と同じブルーグレイだ。やや長めの髪が水の中で美しくたゆた。You will break artificial amniotic fluid, okay? 透明な人工羊水の中に気泡がはじけ、急速に水が抜けていくと、浮かんでいた体が徐々に沈む。閉じられた目尻は猫目というにふさわしく切れ上がっていたが、長いまつげが震えやがて開くと、パッチリと愛らしいライムグリーンの瞳だった。完全に羊水がなくなると、後にはペタリと尻をついて M 字開脚するそれが残った。羞恥心は感じられない。ただぼんやりと初めて見る景色に戸惑っている。その中心にある器官からそれは彼であることが分かった。無機的だった景色に不意に有機物がカットインしてくる。40歳前後とおぼしき、あまり身につけた白衣の似合わない痩せ型の男性だった。似合わないのは風貌のせいだ。大雑把に後ろに流されたサイドバックの黒髪は、長い前髪が切れ長の目に降りかかり、研究者というには色が立ちすぎる。加えて左頬から首筋にかけてうじゃじゃけた古傷があり、それはワイシャツの下まで続いているのだろうと想像できた。だが彼は培養カプセルのオープンボタンを押してから、凄みさえ感じる容姿からは想像もできない優しい小羽を出した。おはよう、ベンジャミン。この腐りきった世界へようこそ。ベンジャミン。お前の名前はベンジャミンだ。ベンジャミン。そうだ。いい子だ。おいで。男性が右手を差し出した。その手の甲にも古傷がある。ベンジャミンが恐る恐るその手を取ると、ぐいと長身に引っ張り上げられた。バランスを崩し思わず男性に抱きついてしまうと、彼は思いもかけない力強さでベンジャミンを抱き留める。濡れた素肌の肩に顔を埋めるようにしてささやいた。私のことはドクターと呼べ。お前は今日から私のものだ。ドクター。ベンジャミン、ドクターのもの。そうだ。顔を上げ、ベンジャミンは返しのある舌でドクターの左頬の古傷をひとなめした。紙やすりを当てたような感触がする。それは猫科の獣の愛情表現の一つだった。ベンジャミン、ドクターのものになる。ドクターはただ黙って目を細めた。そして胸板に三角耳をすりつけるベンジャミンの顎の下をかく。
お前のことを待っているマスターたちがたくさんいる。まずはお前のその姿と声でマスターたちを癒して差し上げろ。うん。俺、ドクターのために頑張る。頑張ったらご褒美くれるか？そうだな。耳の後ろをかいてやろう。ベンジャミンはうっとりと目を閉じて愛撫に酔っていたからわからなかったが、そういったドクターの表情はどこか陰りのあるものだった。ゴロゴロと喉を鳴らすベンジャミンにまず一つ目のギフトとしてドクターは鈴付きの首輪を送ったのだ。